ロデューサー、釘を刺させてください。私のプロデュースをさせてあげるって言ったけど、納得できない指示を聞くつもりはありません。何ですか？ずるい。聞きたいです。それが何か。それはプロデューサーってすごく性格が悪いんですね。こう言えばいいんですか？お願いします、教えてくださいと。なんでそんなに深刻な言い方するの？いいからもったいぶらずに教えてください。私の不調の原因って何なんですか？とかないんですか？分かってます。だから今ダイエットを始めたところでしてますけど。分かってます。でも食べると体重が何ですかこのクーラーボックス。これからはプロデューサーが私の食事を用意するってこと。そこまでしてもらう理由がないです。やります。なんだか手玉に取られてるような気がする。言われなくても分かってます。そんな簡単に信頼なんてしてやるもんか。プロデューサーいる？何？こういうヘアスタイルなんです。何か言いたいことでも。どこを見てるんですか？余計なお世話です。食事を受け取りに来ただけ。美味しかったです。ごちそうさまでした。ただ太らないですか？あのメニューで量も。でももっと我慢した方がいいんじゃないかって。プロデューサー、私の好きな食べ物知っていたんですね。気持ち悪いです。変態なんじゃないですか。でもありがとうございました。
それとこれとは話が別です。私は誰も信頼しない。だけど恩は返します。私が何を恩に感じるかは私が決めることです。プロデューサーのことは全く信頼していませんけど、とりあえず指示は聞いてあげます。それは。本当に性格が悪いですね、プロデューサー。どうせ知ってるくせに私の口から言わせたいんだ。去年の私と今の私、その違いなんて一つしかない。仲間を失ったこと。私は去年まで仲間たちとユニットを組んでいました。でも大喧嘩になって解散することに。誰もが私たちに期待していた、もっと大きな舞台に立てるはずだった。自分たちの夢とみんなの思いを私が台無しにしたんです。だからこの学園で私を信頼する奴なんかいない。変わり者なんですね。私と組んでも色眼鏡で見られるだけなのに。指示に従うと決めた以上聞いておきますけど、なんで私をスカウトしたんですか？随分はっきり言うんですね。目標ですか？夢ではなく。そうなら私の目標も教えます。誰もが認めるトップアイドルになることです。よかったね、プロデューサー。あなたの目標達成できるよ。私についてこられるなら。だけどプロデューサー、レッスンメニューを変更するってどういうこと？プロデューサー、何ですかこれは？私の写真が壁一面に。身の危険を感じるんですけど。まだ動揺してるのに話をどんどん進めないで。というかその件は。いいよ、指示に従うって言ったし。当時私が所属していたユニットはシングアップ。メンバーは月村手まり、畑谷美鈴、カヤリンハの3名。よく見てるね。シングアップの中で私だけがいつも全力だった。だから私だけが目立っていた。ただそれだけ。プロデューサーにはそう見えなかったの？そうでしょ、あいつらは。何？体力作りをおろそかにしたことなんて一度もないよ。どういうこと？それはいいことじゃないの？
気持ちよく歌おうとするたびに邪魔なアドリブを入れてきて、リンハがいると私は全力で歌えなかった。ミスズはいつも怠けてばかり、一度も本気を見せてくれない。ステージの上でも私ばかりを気にかけて。そんなの私は望んでない。プロデューサーって絶対に性格が悪いです。白状すればいいんでしょ。私が2人の足を引っ張っていたって、私よりもはるかにすごい2人が私のレベルに合わせてくれるのがずっと申し訳なかった。仲間の行為に耐えられなかった。ミスズもリーハも私自身もみんな許せなかった。ユニットから抜けるしかなかったんです。一緒にトップアイドルになろうって約束したんです。なのに結局私のせいでバラバラになった。恨まれてると思います。いいえ、一人部屋に移りましたし、クラスも別々で話す機会も。とにかくもう同じことを繰り返すつもりはないんです。私に新しいユニットを組ませるつもりなんでしょう。いいんですか？今よりももっと頑張っても言わないんですか？無理はしないでくださいって。本当に言わないんですか？天気がいいからレッスンを休んでお昼寝しましょうとか、余計なことしないでとか、いい加減にしてくれるとか。そっか、分かった。プロデューサー、私もっともっともっと頑張って弱点を克服してみせる。よし、今日はここまでだ。ありがとうございました。プロデューサー来てたんだ。それ何？なんで？あれから毎日新しいレッスンメニューをこなしてるけど、そう言われても。撮影してた理由は分かったけどさ、勘違いしそうになった。てっきり私の写真や動画をコレクションしてるのかなって。恥ずかしいんですけど。そうだけど、そうじゃなくて事情が違うっていうか、プロデューサーに取られるのが恥ずかしいんだよ。なんで言わないとわからないの？そういうところ嫌いです。腹が立ったからプロデューサーの写真を撮って。お互い様でしょ。そっちだって私の写真をたくさん集めて壁に貼ってるんだから。そういうところが嫌いなんだけど。ほら、ポーズ取ってよ。アイドルみたいに撮るから。知ってる？はい、
今度は椅子に座って、もっとシャツのボタン外して。満足した。大丈夫、安心して。プロデューサーの恥ずかしい写真は誰にも見せないようにするから。二人の秘密だね。プロデューサー科1年1組プロデューサーくん、至急職員室まで来てください。プロデューサーくん、なぜ呼び出されたかわかりますか？ごめん、プロデューサー。スマホ没収されちゃった。アイドル科の先生から預かった件なんです。彼女、授業中にスマートフォンの画面ばかり見ていたらしくて、注意して没収したら、君の写真がたくさん。どういうことか説明してくれる？なんだ、そういうことだったんですね。先生、君のことを信じてました。本当ですよ。ただちょっと月村さんが挙動不審だったから、一応念のために事情を聞いてみただけです。全く疑ってませんでしたよ。プロデューサー、説明うまいね。反省してるから。そこまで言わなくてもいいでしょ。月村さん、え？プロデューサーくんのこと好きなんですか？ありえませんから。ほら、ポーズ取ってよ。アイドルみたいに。取るから。うわ、ノリノリで気持ち悪い。はい、ポーズ取ってよ。アイドルみたいに。取るから。やめてあげない。